キーセン独特のモリモリに盛り上げられたヘアスタイル。お花のような形はバッチョ盛りと呼ばれるそうです。髪飾りを含めると 5kg ほどの重さになることもあったとか。そして刺繍が美しい高価な衣装には見とれておりました。歴史上の実際の姿はもっと地味だったかもしれませんが、美しいものはやはり美しいものです。美しいものに触れることは素晴らしい経験へとつながります。その美しさに出会わなければ感動を覚えることも難しいでしょう。もし美しいものを見るチャンスがあるなら、ぜひ体験してみてください。無理をする必要はありませんが、お小遣いの範囲内でできることであれば、迷わず行動してみるのをおすすめします。Google Earth で場所を確認しましょう。韓国のソウルにあるキョンボックンがこの時代の王宮でした。ファン・ジニはソンドで活躍したキーセンです。現代の北朝鮮のケソン市です。韓国との国境に近い町です。パギョンポクポはソンドで有名な滝です。続いて絵を見ていきましょう。シン・ユンボクの描いたキーセンの絵が残っています。描かれたのは1805年頃で、ファン・ジニの時代よりも約300年後になりますが、参考にご覧ください。これは剣の舞を踊っている場面でしょうか。左上にいる2人のキーセンは大きなカチェをつけています。同じシン・ユンボクの別の絵を見てみましょう。キーセンたちは大きなカチェをつけています。特にカチェが片側に大きく偏っているのが特徴的です。右から2番目の女性はチャングムのイジョのようなヘアスタイルをしています。また別の人が描いた絵も見てみましょう。こちらはユ・ウンホンが描いたキーセンの姿です。どちらの絵でもキーセンが大きいカチェをつけている様子が描かれています。これらの絵から当時のキーセンたちがどのような髪型をしていたのか少し想像できるのではないでしょうか。ファン・ジニというキーセンが実在していたのは確かですが、彼女が残したとされる漢詩などが伝わっているだけで、詳しいことはほとんど分かっていません。これからお話しするエピソードは伝説としてお楽しみください。ネタバレが絶対に嫌な方はここで動画を止め、
次の動画へお進みください。それではお話を始めます。ファン・ジニの父はヤンバンでしたが、母はノビでした。この時代、母の身分がノビであれば、子供も同じくノビとして扱われました。そのため、ファン・ジニは身分が低く、ヤンバンの家に正妻として嫁ぐことはできず、妾になる運命でした。妾とは、婚姻した男性が正妻以外に持つ女性のことで、側室とも呼ばれます。将来少しでも良い暮らしを送れるようにと、母は娘に英才教育を施しました。ファン・ジニは7歳で難しい漢字を学び始め、9歳になると自ら漢詩を作るようになったと言われています。彼女が15歳頃、その美貌に一目惚れしたヤンバンの青年が彼女に恋をしました。しかし、2人は周囲の反対に遭い、結果、破局してしまいます。その後、青年は病に倒れ、命を落としてしまいました。青年の遺体を棺に収めてお墓まで運ぶ際、台車がファン・ジニの家の前で突然動かなくなりました。この知らせを受けたファン・ジニが自分の服を棺にかけたところ、不思議なことに動かなかった台車が再び動き始めたと言われています。この出来事はどのような意味を持つのでしょうか。ファン・ジニが青年の霊魂を慰めたという意味なのでしょうか。いずれにしてもとても儚い物語です。この話、高句麗のピョンガン王女とオンダルの物語に似ていませんか？ピョンガン王女のお話はドラマ化されています。そのドラマはまだ見ていないので、詳細はここでは控えることにします。この出来事をきっかけに、彼女は次のように考えるようになりました。妾として軽蔑の目で見られながら、屋敷の中でひっそりと一生を終えるのは嫌だ。そのような束縛から逃れ、自由に生きたい。しかし、それは当時の社会では実現が難しいことでした。そこで彼女は自分の力でのし上がることのできるキーセンになる道を選びました。当時、キーセンという職業は一度その世界に足を踏み入れると一生抜け出すことは困難でした。しかし、身分の高い男性たちと接する機会が多く、お金を得るチャンスもありました。
そのため、美貌や芸の才能に自信があり、向上心の強い女性たちがこの道を選ぶことも少なくなかったと言われています。キーセンは身分の高い男性たちの相手をするため、教養と技芸を兼ね備えることが求められました。ファンジにはその美貌と才能で数多くの男性を魅了し、王族や名高い高僧でさえも彼女の虜になったと伝えられています。生き仏と呼ばれるほど修行に専念していた知辱尊者は、ファンジニの誘惑に屈し、10年続けていた面壁座禅を断念し、破壊僧になってしまいました。面壁座禅とは、壁に向かって座禅を組んで修行することです。また、王族出身の風流人、ドクケスは、ファンジニを必ず落としてみせると意気込みました。月夜に彼女の家の近くで琴を弾き、彼女をおびき寄せた上で無関心を装って馬で駆け去る作戦を立てたのです。しかし月夜に姿を現したファンジニは、美しい声で歌を朗々と歌い上げ、その素晴らしさにドクケスはうっとりしすぎて馬から落ちてしまいました。結果として彼が恥をかき、ファンジニが一枚上手だったことを示す結果となりました。ソ・ギョンドクという儒学者は、最後までファンジニの誘惑に動じず、誠実な態度を貫きました。その誠実さに感銘を受けたファンジニは、彼の弟子になったと伝えられています。美貌と知性を兼ね備えた彼女は、キーセンとしても儒学者としても一流の存在となり、朝鮮王朝時代の国内全土を旅しながら美しい自然を監視に読みました。作品が完成です。お話の続きは次の動画でお届けします。配信をお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が良かったよと思った方は、ぜひ高評価をお願いいたします。そしてチャンネル登録や応援のコメントをしていただけるととても励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。